フリーアトリエ SE へようこそ、セイです。今回ご紹介するのは、芸能界漫画参戦。キラキラしたイメージがある芸能界ですが、裏側はどうなっているのか気になったことはありませんか？ YouTube などの登場で、昔よりは芸能人が身近になりましたが、それでもなお、現実味のない芸能の世界、そんな不思議な世界を垣間見ることができる、芸能界で活躍する主人公たちの物語を、あらすじやおすすめポイントとともに、3作品紹介していきます。1作目は、星の子。漫画家は横槍めんご先生、原作者は赤坂赤先生です。原作者の赤坂赤先生は、かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦の作者です。これも実写映画化をするなど大ヒットした作品よね。かぐや様がまだ連載中の時に星の子の連載が開始されたそうで、その活動量には脱帽です。かぐや様の連載終了を機に、作画をする漫画家としての活動を終了した赤坂先生は、以降は漫画原作者としての活動に専念されています。一応、作画担当が横槍先生、原作担当が赤坂先生ということになっていますが、お話の内容については、はっきり分かれておらず、横槍先生と赤坂先生の2人で作っていたそうです。出版社は集英社で、16巻で完結済みです。本作は様々なメディアで展開されています。2023年からアニメ化が始まり、第3期が2026年に放送予定です。2024年末には Amazon プライムビデオでドラマ化され、その続編として実写映画も公開されました。テレビアニメ化を機に人気に火がつき、オープニング曲であるよあそびさんのアイドルが世界中で大ヒットした本作。私も美容師さんにおすすめしてもらって、アニメから見始めたんよ。1話ですっかり引き込まれて、2話を見る前に全巻まとめ買いしてました。流行っているものが自分の好みに合うとは限らんけど、本作にはすっかりハマったな。放送前は批判があった実写化も大成功を収め、もはや紹介する必要はないかもしれませんが、食わず嫌いしている方もいるかもしれないため、改めてあらすじやその魅力を紹介していきます。あらすじです。主人公は宮崎県の高千穂で産婦人科医として働く五郎という青年です。彼は昔自分が担当していた女の子が推していた愛というアイドルを推しています。そんな五郎と愛がある最悪な出会いを果たすというところから物語は始まります。おすすめポイントは3点。1つ目は衝撃の展開です。本作は何をお話ししてもネタバレになります。第1話で、あ、そういうことなんだ、となり、第1巻の最後で、そういう話なのか、と叫びたくなります。何を言っても面白さ半減のため、とりあえず読んでください。もしくは、アニメの1話が90頭あるんですが、これが原作の丸々1巻分に相当するんよ。Amazon プライムビデオとか動画配信サイトにもあるから、アニメから入ってもいいかもしれません。2つ目のおすすめポイントは、令和の芸能界を描いている点です。本作は、現代、令和の芸能界をしっかり描いている作品です。恋愛リアリティショーや YouTuber、動画配信で知名度を上げていくアイドル、漫画原作の 2.5 次元舞台など、昔の漫画にはなかった要素が盛りだくさん。現実世界に推しがいる方は、自分の推しがどういうことを考えてるとか、どういう活動を裏でしてるかっていうのを、疑似体験できると思うよね。推しを持つ人が増えている現代で流行るのも、納得の作品です。実写化のキャストの方の中には、リアルすぎて読むのが辛かったという方もいらっしゃいました。実際に芸能界にいる方がこう言っているんだから、それはもうリアルに描かれているんだろうと思います。最後3つ目のおすすめポイントは、作品全体を通した謎です。本作には、一つの謎が作品全体を通して存在します。原作の第1巻、アニメの第1話の衝撃と比べたら、その後の展開は少しゆっくりに感じるかもしれんけど、この謎がずっとあるから、いろんなエピソードに派生しても、作品全体の流れは失われずに済んでいて、吸引力がある作品に仕上がっています。ついに完結した大人気の、星の子。まだ読んでないよって方は、ぜひ読んでほしいし、アニメとか実写も合わせてチェックしてみてください。各メディアの表現方法に適した作品になっています。2作目はスキップビート。漫画家は中村屋敷先生です。出版社は白泉社で2025年3月時点で51巻まで刊行されています。2008年にアニメ化、2011年には台湾にてファリー・レイティア・ジアンというタイトルでドラマ化しました。あらすじです。主人公は京子という16歳の女の子。16歳ですが、高校にも行かずずっとアルバイトをしています。なぜなら、幼馴染でロックミュージシャンのロアーショーと同居し、生活費を一人で賄っていたから。ああ、夢を追いかける幼馴染を支えているけなでな子なのね。って思うやん。実際そうなんやけど、この幼馴染の不和がひどいやつで、すでに人気ミュージシャンとなって稼ぎもあるのに、自分で家事するのがめんどくさいから京子にさせてただけなんよ。家政婦代わりに地元から連れてきて、自分は美人マネージャーとイチャイチャしてるクソ男でした。そのことを偶然知り、捨てられてしまった京子が、不和に復讐すべく芸能界に入って有名人になることを目指すお話です。おすすめポイントは4点。1つ目は、メルフェンなぶっ飛び思考の主人公です。主人公の京子ですが、強烈な個性の持ち主です。思い込みが激しく、プリンセスなどメルフェンなものが大好き。妄想が爆発するあまり、気候に走ることもありますが、普段は礼儀正しく真面目な16歳の女の子です。芸能界に入るため、芸能事務所に乗り込んだり、話を聞いてもらうために、外で何時間も正座したり、目標に向かって一直線、常に全力投球で、周りの目なんか気にせず突き進みます。彼女が主人公でいることで、先の展開が読めなくなり、面白いです。2つ目のおすすめポイントは、京子の成長と三角関係です。50巻以上連載が続いている本作。様々なエピソードがありますが、作品全体における大きな要素は2つです。1つ目の京子の成長について、不和に捨てられたことをきっかけに、復讐心に囚われた京子は、
愛する心と愛されたいと思う心を失ってしまいます。その弱点を指摘され、裏口入学的な形で芸能界入りした京子なんやけど、次第に芝居ってものに魅了されていくんよね。家庭の事情もあり、ずっと人のために生きてきた京子が、自分のために生きる喜びを知る成長の物語でもあります。二つ目の要素の三角関係について、本作には京子の事務所の先輩である敦賀蓮っていう人気俳優が登場します。第二の主人公と言っていいくらい魅力的なキャラクターなんやけど、この蓮と不破、そして京子の三角関係が見どころの一つです。まあ、京子が不破のことを許すことはないんですが、不破の方がね、京子お気に入りのおもちゃというか、恋人ではないけど、でも、自分のものと思っている節があります。幼馴染って、ややこしい関係ですよね。蓮と京子も、ただの事務所の先輩、後輩ではないつながりがあったり、恋愛面でも読んでいて楽しい作品です。3つ目のおすすめポイントは、劇中作のクオリティの高さです。京子や蓮が演じる劇中作が、本作にはたくさん登場します。登場人物たちが芝居について悩むシーンもあるため、劇中作がどんな物語か語られるんですが、それが全て面白そうなんです。中村先生のアイデアの量を尊敬します。改めて考えると、スキップビートとしてのストーリーと並行して、別の物語のストーリーや設定を決めるってすごい作業量ですよね。叶わないと理解しつつ、劇中作の前編も読んでみたいと思ってしまいます。最後4つ目のおすすめポイントは、セルフパロディです。中村先生が過去連載されていた中に、全19巻で完結済みの、東京クレイジーパラダイスという作品があります。なんとこちらの作品を49巻に収録されているエピソードで、セルフパロディしているんよね。どういうことかっていうと、登場人物たちが演じる劇中作の内容が、東京クレイジーパラダイスの内容なんです。もともと東京クレイジーパラダイスが大好きだったから、登場人物たちが同じ格好で出てきた時は本当に嬉しかったです。1996年から2001年まで連載されていた作品で、絵柄は古いのですが、感動できる名作ですし、知っていれば、よりスキップビートが楽しめるため、合わせてチェックしてみてください。3作目は子供のおもちゃ。漫画家は小花美穂先生です。出版社は集英社で10巻で完結済みです。1996年から1998年にアニメ化もしていました。本作が一番古い作品ですね。原作が10巻なのに対し、アニメが102話もある作品です。原作と違うところもあるんやけど、作品の雰囲気を知りたいって方は、アニメから見てもいいかも。アニメは子供向け、漫画はダークな部分もあって大人向けな印象です。私も小学生の頃かな、母が不正が好きそうなアニメがあったよ。で DVD を借りてきてくれたのが最初でした。時代を感じますね。当時は動画配信サイトなんてなかったから、放送が終わったアニメを見たかったら、レンタルビデオ屋で借りてくるしかなかったんよね。あらすじです。主人公のサナは小学6年生のとっても元気な女の子。劇団小回りに所属している子役で、ドラマや映画で演技をしたり、バラエティ番組にレギュラー出演したりしている売れっ子です。しかし、彼女が在籍する小学校のクラスに問題がありました。葉山明人っていう男子生徒を中心に男子が暴れ回って、学級崩壊しとったんよね。先生いびりとかいじめとか、もうめちゃくちゃです。これをなんとかしようと、サナは葉山に対抗しようとするんやけど、次第に葉山の家庭の事情を知って、というお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は扱っている題材の深さです。絵柄はザ・イボの可愛らしさがある本作ですが、扱っているテーマは意外と重厚です。いじめ、学級崩壊、少年犯罪、家庭環境が与える子供への影響など、連載開始から30年以上経った今でもはびこる社会問題が描かれています。これだけ聞くと、難しそうだし読む気が起きないって思うかもしれません。しかし、心配ご無用です。序盤は特にコミカルな展開とテンポの良さで読者を引き込み、明るく正義感に溢れたサナの魅力が物語を彩ります。表面上は子供でも楽しく読めるストーリーでありながら、大人になって読み返すと気づく人間関係や心理描写の繊細さがある作品です。2つ目のおすすめポイントは、サナと葉山の関係性の変化です。当初はクラスの問題児である葉山といがみ合っていたサナですが、偶然、彼の複雑な家庭環境を知ってしまったことをきっかけに、互いに支え合う特別な友人関係と発展していきます。それぞれに困難や辛い出来事が起きた時、互いに駆けつけ、助け合うよね。普段は明るくムードメーカーなサナですが、実は繊細な一面も持ち合わせています。彼女の高い演技力で多くの人には隠せているこの一面を、葉山だけは見抜くことができるんです。二人とも半人前の子供だから、助け合いっこしてるみたい、というサナのセリフがあります。子役として早くから仕事をしてきたサナや、複雑な家庭環境の葉山は、同年代の子供たちより大人びていますが、それでも成長途中の子供であり、頼るべき存在が必要なんだと気づかされる言葉でした。大人になって読み返すと、サナや葉山たちの姿を通して、すべての子供たちの幸せを願いたくなる作品です。最後3つ目のおすすめポイントは、番外編2冊プラスアルファです。10巻とは思えないほど濃い内容が詰まった子供のおもちゃですが、実は本編以外にも2冊関連書籍が刊行されています。1冊目は水の館。サナが出演した映画を1冊の漫画として描いた作品です。こういうお芝居が出てくる作品って、主人公が出演している作品の前編を見てみたいって思うや、そのファンの願いを叶えてくれたものです。ファンが読みたいものをよくご存知よな。2冊目は連載終了から約12年後に発売されたイープクリア、小花先生の別作品ハニーリターと子供のおもちゃがコラボした作品で、大人になったサナや葉山が登場します。こちらもサナたちのその後を知りたいファンにはたまらない作品でした。ぜひ本編10巻と合わせてお読みください。また、プラスアルファの情報として2025年3月18日にホットペッパービューティーの X アカウントにて子供のおもちゃの新作漫画が公開されました。1007ページの短いお話ではあるのですが、まさか令和になって新しい子どちゃが読めるとは思っていなかったため、本当に嬉しかったです。概要欄にリンクを貼っておくので、
よろしければご覧ください。以上、芸能界漫画参戦でした。気になった作品はありましたか？これが気になったよ、とか、読んだことがあるよ、など、感想があればコメントいただけると嬉しいです。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があればチェックしてみてください。この動画が良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。